んにちは。ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙で手まりみたいにコロンと可愛い飾りを作ります。出来上がりの外側にした色と内側にした色2枚ずつ準備します。準備した折り紙を半分に折り、反対側縦も半分に折ります。端を合わせてきれいに折ります。折り線に合わせて切り離し4枚にいたします。4分の1のサイズに4枚できました。これを2枚とも切ります。もう一色の方も同じように切ります。無地の折り紙の場合は最初から4分の1のサイズになっている小さな折り紙を8枚準備してもいいです。三角の形に折っていきます。外側にしたい色の方を色が見える三角に折り曲げます。内側にしたい色の方は色が中に隠れるように三角に折ります。これを両方8枚ずつ折っていきます。この折り紙の内側に丸い印をつけたいと思います。ちょうどこの四角の中にギリギリ入るぐらいの丸が一番理想ですが、ちょっとぐらい小さくてもいいかと思います。このようなコップの丸とかアイスクリームの蓋とかで印を書いていきます。このようにギリギリ合わせましたら、この折り線のある方ですね、こちらだけを切りたいので、この右と左だけ印をつけていきます。こちらの方も同じように書いていきます。すべて同じように左右印を書いていきます。印の通りに切っていきます。このような形に切れました。外側にしたい紙の内側に糊を貼っていきます。特にこの両側の角はしっかり糊を塗ります。あとは全体簡単に縁取るようにぐるっと糊を塗ります。角だけはしっかり塗ります。そうしましたら内側にする方の紙を重ねて貼ります。この時に大切なのは2つとも折った状態で重ねるということです。これを真ん中の折り線に合わせて、折り線が合いましたら挟み込むように折ります。これを広げた状態で貼らずに折れた状態で貼ります。そうすると後の仕上がりがきれいになります。このように表裏貼れたこんな形のものが8枚できました。これを順番に貼り合わせていきます。この中が折れたままで置いていき、この折り山から真ん中より少し先に行ったところまで、この辺りに糊を塗ります。ここはまっすぐ塗ります。このように塗れましたら、
1枚上から重ねます。この折り山がきれいに揃うようにぴったり貼り付けます。するとこんな感じで、ここが途中まで貼れた状態ですね。このような感じで2つ貼れました。また続けて同じようにこの幅で糊を塗っていきます。同じように重ねて貼っていきます。ここはしっかりきれいに揃うように貼ってください。で、同じように8枚重ねるようにして貼っていきます。8枚重ねました。そうしましたら最後の1枚も同じような位置に糊を塗りまして、最初の一番下に置きましたこの紙ですね、ぐーっと持ってきて、で貼り合わせます。でこんな感じ、上から見ると8方向に紙が出てます。でこのように貼り合わせることができました。貼り合わせたこの端の方だけこのようについてないので、今度はこの表側にこちらの模様が出るように隣同士持ってきて、端っこと端っこをくっつけてこのような形にしたいと思います。貼り付けたい先の方に糊をしっかりつけて、このように付け合わせて少し重ねて貼ります。このように指でですね、少し押さえてあげてしっかりくっつくまで時間を置くといいかと思います。で少ししっかり貼れてきたなと思いましたら隣に行きます。でもしですね、今ちょっと剥がれてきちゃったんですけど、このように紙が1枚目と2枚目のこの貼ったつもりのところが剥がれてくるようであれば、ここも糊をつけてもう一度貼っておいてください。でそうしましたらその隣も同じように糊を塗って先っぽを合わせて貼ります。でこれをしっかり貼って8箇所ぐるっと一周貼り合わせていきます。このように8方向すべて貼り合わせ終わりました。手まりのような形になりました。両面折り紙を使うと先ほどのように2色準備しなくてもできます。これを2枚用意して8個小さな四角を作ってこのように貼り合わせればいいだけです。下の飾りを2種類ご紹介いたします。吹き流しを作ります。好きな折り紙を用意します。上をだいたい3センチぐらい残すようにして、下に縦に切り込みを入れていって、ひらひらフリンジのような飾りにいたします。幅はもう適当でいいです。今ちょうど模様が縦に入っているので、模様に合わせて切っていますが、太かったり細かったりいろんなものが混じっていて大丈夫です。で上もだいたい3センチぐらい残ってればいいかなっていう感じなので、たくさん切り込みが入っているところやそこまでいってないところができていても大丈夫です。で下がこのような感じでひらひらと切れました。そうしましたらこの端を持ってきてここを輪っかにつなげたいと思います。片方に糊を塗って
糊を塗ったところを重ねるようにして持ってきて、このような形に吹き長手の形にいたしました。紐をつけたいと思います。これは100円ショップで購入したリリアン紐ですが、糸でも何でも構いません。でこちらも100円ショップのマスキングテープです。でこのマスキングテープを小さく4辺切ります。でちょっとこういう感じで取り出しやすいように内に貼って準備しておきます。吊るす糸も準備します。この横幅よりもちょっと長いぐらいですかね。このくらい、大体で結構です。に切っていただいて、で同じぐらいの長さに端をきれいに揃えてもう一本切ります。そうしましたら、この紐の端に先ほど切っておいたテープを両端に貼っていきます。でこの口のところにですね、糸がバッテンに渡るように貼っていきます。まずはどこでも結構ですので、好きなところにこの紙の端をテープの端と合わせて貼りました。でそうしましたら、反対側の糸端をこのちょうど正面の対角のところに貼っていきます。こんな感じで渡りました。大体で大丈夫です。そうしましたら、今度クロスさせるように左右にも貼っていきます。でこちらとこちらの大体真ん中のところにベターンと貼ります。今この両側の大体真ん中のあたりに貼りました。そうしましたら、反対側、こちらも先ほど貼ったところのちょうど真ん中に来るような感じで貼ります。でこうするとこのように吊るすことができます。で今テープがね見えてしまっているので、補強のためにもですね、もう一重巻こうかと思います。でテープを長めに出していただいて、この縁に貼っていくと、この周りもしっかりしてきます。でこのような感じでマスキングテープが一周貼れました。吹き流しの上に糸が渡りましたら、こちらの飾りとくっつけていきたいと思います。この上の吊るす部分もあるので、ちょっと長めに切っておいて、で先ほど渡した糸を2本ともくぐらせるように糸を渡して、この根元のところで縛ります。もう一回縛っておきましょうか。今このように縛れました。でもしですね、この縛ったところがど真ん中に来てなくても、このように引っ張れば簡単にずれてきますので、これ調整していただければ大丈夫です。後から調整していただいてもいいです。でこの根元の今縛ったところですね、糸が2つありますので、こちらの飾りのこの部屋のように空いているところですね、空間にどこでもいいので1本通してみます。で1本通りました。このような感じで通りました。でそうしましたら、今ここの通したお部屋と反対側の空間ですね、真反対のところにもう1本の糸先を通して、で先ほどと同じように飾りを下まで通していきます。でそうするとキューッと両方とも引っ張っていくと、このような感じで2つがくっつきます。ち
ちょっと持ち上げてみますね。このような感じになりました。でこのままでももちろん大丈夫ですが、もしちゃんと留めたい場合はここを縛っていただくといいかと思います。でこれでつながりました。紐はどんなものでもいいです。リボンみたいなものでもいいかもしれません。私はこの100均の和風の紐を準備しました。このリボンに見える部分とこの長さ等をお好みで決めていきたいと思います。このように半分輪にして紐を出してもらって、でこの輪の部分がリボンになって、このように長さが取れるという感じで、もうちょっと短くしようかな。リボンの部分と下の長さですね。このくらいちょっと長く作っていただいて後で切っていただいてもいいので、このくらいで4本同じ長さで切っていきます。4本切れましたら2本ずつに分けました。この2本一緒にちょうど真ん中のところから半分に折って、このリボンの片方のイメージ、こんな感じにしようかなというところで決めておきます。で同じように半分にしてここがリボンになって、このような感じでリボンの形にしようと思います。そうしましたらこの重ねて根元のところでこのうちの1本どの紐でもいいのでぐるっと回した中に糸の紐の紐を通してここでキュッと縛ってしまいます。こんな感じですね。ここの輪っかがちょっと大きすぎたなと思ったらこれごとヒューッと引っ張ると小さくなります。こちらもヒューッと引っ張るとちっちゃくなります。今リボンの下のところが広がっているのでここをちょっとこのような感じにまとめたいなと思います。で糸でも紐でも何でも構いませんので適当な長さに出してもらって切りましたらこのまとめたいところですね。このようにちょっと一回くるっと巻いてでここ縛ってしまいます。キューッと縛ってもう一回縛りましょう。でこの糸はこのまま垂らしていただいてもいいですし、短く切っていただいてもいいかと思います。そうしましたら先ほど作ったこちらの飾りの方を上にくっつけて一つにしていきたいと思います。はい、先ほどのさっきのこちらでもどちらでも構わないです。赤なのでちょっと赤にしようかなと思って出しました。上の方までねつけたいので必要な分切っていただいて、そしてこの先ほどの縛り目のところにですね糸の端を通してもらって、で糸の真ん中のあたりで一度縛っておきます。で縛りましたら片方をどこでもいいのでこの間の中の空間に通していただいて、このような感じでくっつくようにします。で今ちょうどこの空間に糸を通しましたのでこの反対側ですね、真反対になるところに
もう一本の糸も同じように通します。この反対側を通していきます。これで引っ張るとこのように下まで通りますので、上の方ももしぐらぐらしそうだったら縛ってください。もちろんこのままでも大丈夫です。紐の先がバラバラになりましたら揃えて、ある程度のところで切っていただくときれいになります。これで紐飾りもできました。両面折り紙を使ったり、いろんな組み合わせで楽しんでカラフルにしていただくといいかと思います。また下も吹き流しのようにして、もちろん七夕でもいいですし、紐を飾ってくす玉のように使っていただいてもいいかと思います。もちろん下に何もつけずにですね、このように手まりのような形のまま飾っていただくのも可愛いかと思います。いろんな組み合わせで楽しんでみてください。